こんにちは、トラベルあれこれです。今回は群馬県にある世界遺産の富岡製糸場とその周辺を紹介したいと思います。歴史が楽しく外観も楽しめ、そして美味しい名物もある場所を紹介しますので、ぜひ最後までご視聴をよろしくお願いします。まず私が来たのは上州富岡駅です。ここは富岡製糸場の最寄りの駅となっております。見てください、このガラガラ。世界遺産の最寄り駅の3連休ど真ん中日曜朝9時とは思えません。駅からは徒歩15分くらいで行けます。あとは街中周遊観光バスっていう乗り物で行くこともできます。近くに駐車場もあるので車で行くこともできます。朝9時だからなのか、あまり人通り、車通りのない道を歩いて富岡製糸場に向かいます。のんびり歩いていても気がつけばあっという間に着いています。富岡製糸場の近くには旧韮塚製糸場もあり、こちらでチケットを買うことができます。富岡製糸場の入り口でもチケットを買うことができますが、混雑回避できそうです。2014年、世界遺産となった富岡製糸場。富岡製糸場と絹産業遺産群は、長い間生産量が限られてきた生糸の大量生産を実現した技術革新と、世界と日本との間の技術交流を主題とした近代の絹産業に関する遺産です。城内には100棟以上の建造物が現存しており、大きな見どころでは東沖繭所、西沖繭所、そして総支所、これクリート所かな、これらが有名で国宝も含まれます。東沖繭所や西沖繭所の中では歴史の資料を見て勉強することができます。沖繭所とは乾燥させた繭を貯蔵する施設です。もともとは入場制限するほど人が来ていたのでしょうか。今は待合の椅子はガランとしています。世界遺産になった年は130万人以上の来場者がありましたが、今では40万人を切っています。西沖繭所の中の様子です。沖繭所の中では亜鉛鉄板で作られた小部屋、それから古い窓、またトラス構造で作られた建物を見ることができます。2階のベランダからは昭和や大正を思わせるようなレトロな外観を楽しめます。黒写真、フォーカス甘めにすると昔っぽい写真を撮ることができます。1872年、明治5年に建てられた建物を楽しむことができます。富岡製糸場は1987年、昭和62年に操業停止するまで一貫して製糸工場として機能していました。操業を停止した時まで稼働していた自動繰糸機が展示されています。今では繰糸機は作られていないので最新式と言われています。他にも日本最古と言われる鉄水流や働く女性たちの住んでいた寄宿や女工館、検査人館などがあります。宿の名前は妙義寮と浅間寮だったようです。寮に山の名前をつけるというのがとても昔っぽいです。富岡製糸場の魅力はまだまだたくさんありますので、ぜひ皆さん群馬に来てください。次は富岡製糸場周辺を街ぶらで紹介していきます。まずはもう出てすぐのところ、小豆工房れんれんさん。ここではレンガみたいな表面をしている今川焼きを食べることができます。とても美味しかったです。製糸場ということもあり、蚕にちなんだ食べ物がたくさんあります。ということで、ここ蚕焼き倉山地さん、残念ながら営業していなかったので、富岡製糸場名物他のものを食べに行きたいと思います。お蚕さん可愛くデフォルメされてますね。実際の見た目は
食べる気が起きないかもしれません。街並みはなかなかこれもレトロで見ていて楽しくなります。落ち着いていてガヤガヤしていないところがいいです。商店街には街中観光物産館音見ちゃんちがあり、観光案内所が併設されていたり、お土産を購入することができます。他にもレトロな街並みに映える北条さん風の着物とか袴をレンタルできるお店もあるようです。幅 1.65 メートルしかない県道、とても狭いです。明治中頃には記録があり、生活の道として利用されているようです。この音見ちゃん広場、ちょっとした椅子や机があり、休憩ができます。大正3年1914年に建てられたこの蔵は平成まで倉庫として使用されていました。この付近は江戸中期から賑わいを見せていたようです。ここは富岡銀座通りです。朝気づきませんでしたが、ここの道を通ると富岡製糸場までの近道となるようです。この富岡銀座通りには肉の専門店岡重さんがあり、富岡名物ホルモン揚げを食べることができます。さっき倉さんちさんの看板で見た名物です。釣りが有名な群馬、ホルモン揚げと聞くとやっぱりモツを油で揚げているものと思いがちですが、ちくわです。3本で150円だけどとっても美味しいです。あとハムカツもついでに食べました。肉屋さんの揚げ物ってその場で揚げてくれるから熱々だし、すごく美味しいんですよね。私は食べませんでしたが、カレーパンも有名のようです。富岡製糸場の来場者が130万人を超えているときはもっと活気がすごかったのかなと思います。でもこれもある意味昭和レトロでいいですね。他にも工女さんが愛したカレーを食べられる博多食堂さんがあるのですが、怪我の治療のためやっていませんでした。早く怪我が治ることを願っています。最近ニュースなどで話題になった富岡の市役所です。なぜ話題になったかご存じない方はネットで調べてみてください。駅前に戻ってきました。駅前には旧富岡倉庫があります。ここではイベントが開催されていて、マルシェみたいな感じでした。倉庫、広場、トイレの設計監修に熊健吾氏が携わっているようです。駅から富岡製糸場に向かう街中周遊観光バス運行を見ることができました。約40分に1便出ているようです。富岡の街並みは以上です。富岡には貫先神社もあります。楼門を越えた後、少し不思議な感覚わかるでしょうか。本殿に下って向かいます。日本三大下り宮の一つと言われています。拝殿の後ろにある本殿の屋根の小窓が有名です。なんで有名なのかは知りません。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。富岡に興味を持たれた方、富岡製糸場に行きたくなった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。